前に一回計算したんですけど、東日本震災ぐらいのレベルのマグニチュードの地震を起こそうとすると、必要なエネルギーの量というのが、人類が今までに製造してきた全ての原子力爆弾を集めてもそのエネルギーには足りないんですよ。人工地震ってありえないと思うんですけど、見解を教えてください。人工地震って言われるもの2種類あって、ものすごく小さい震度の地震を起こすということは人工でも可能です。国道沿いの木造アパートとかトラックが通るたびに揺れるんですよ。要はエネルギーを加えたら地面が揺れるよねっていう至極当たり前のもんで、ものすごいデブがドーンってジャンプしたら隣の家で揺れるとか、あと横浜アリーナが確かライブとかやってめちゃめちゃ人気のミュージシャンとかがライブやると、横浜アリーナの近くって割と震度1とか2とかになったりするんですよ。なので人工地震自体は可能ですよという一般論を把握した上で、これから言う説明をちゃんと聞いてください。マグニチュード6とか7とかっていう横浜アリーナの近所が揺れるとかではなく、震源地が100キロ地面の下であるという場所に、東日本みたいなものすごい大きな面積っていう地面でいくと、例えばじゃあ10キロの深さっていうのでいくと半径10キロなので、半径かける半径かける 3.14 なので300キロ分の面積の地面を揺らすんですよ。横浜アリーナの周りだったら1キロぐらい揺らせることは可能でしょうと、震度1で。ただ300キロ平方メートルの地面を揺らすというのはものすごいエネルギーが必要なんですよ。で、前に1回計算したんですけど、東日本震災ぐらいのレベルのマグニチュードの地震を起こそうとすると、必要なエネルギーの量というのが、人類が今までに製造してきた全ての原子力爆弾を集めてもそのエネルギーには足りないんですよ。なので表面でドーンって起こしてちょっと揺らすぐらいだったら可能なんですけど、水爆でも原爆でもいいんですけど、震源地50キロみたいなところの全ての地面を揺らすほどのエネルギーというのは残念ながら人間はまだ作れないんですよね。っていうのと、あと残念ながら地面を10キロ掘って原爆とかを押し込むという技術が今のところ人類はまだ持ってないです。それだけのエネルギーを起こすというのがまずできないよねって話と、それだけの深いところに爆弾的なものを作って押し込むという技術もまだないよねっていうところで、表面をちょっと揺らすというタイプの人工地震は可能なんですけど、マグニチュード6ですとかマグニチュード7ですっていうところは残念ながら人類の技術ではまだできないという話です。はい、残念ながらでいいんだっけ、今の日本語の表現。地震は人工的に起こした方が良いという時代は100年以内に来ると思いますか？可能性はあると思います。地震の種類によりますが、日本では主に4タイプライトが沈み込んで溜まったエネルギーが一気に解放されることが多います。なので地震がいつか来るのであれば、例えば10年に一度のこまめに発端させて任意のできるだけタイミングで発生させてみなさいというやり方が将来的に来るのだと思います。技術的な側面と政治的な側面の壁はありますか？僕でも多分長期的にはその可能性あるんじゃないかなと思ってて、何月何日に震度5の地震が起きますっていうのを予告して、でじゃあ電車も止めます、自動車も運転しませんっていうのでドーンっていうので溜まったプレートの歪みを震度5レベルで抑えて起こして、震度6レベルっていうのを起きないように、震度5だと多分10回とかやらなきゃいけないと思うんですけど、っていう形でめちゃめちゃでかい災害を起きなくするっていう方がいいよねっていう状況にはなるんじゃないかなと思いますけど、でもうちょっと発展すると多分ここのプレートとここのプレートの地震っていうのをぶつけると相殺するから、結果として地震がそんなに起きないよねみたいな形で、なるべく上の方には被害が起きないような形で地震を人工的に起こすっていう技術は生まれるんじゃないかなとは思ってますけども、人工地震説をバッサリ切ってください。世界中の原子力爆弾を集めたとしても東日本震災のマグニチュードを超えないんですよね。地震っていうのは地球のマントルが作るものすごい大きなエネルギーなので、原子力爆弾程度では作れません。そもそもだいたい地震っていうのは地中めちゃめちゃ深いところで起きるんですけど、地中のめちゃめちゃ深いところに人工地震を起こすための爆弾を送り込む技術というのは人類は持っていません。海だったらなんとか持っていけるんですけどね、結局大陸の下の方っていうのを掘っていくっていう技術はありません、残念ながら。最近人工地震とか物騒な話をよく聞きますが、前に YouTube の国会答弁で浜田政務官という人がロシアも中国も当たり前に人工地震できると言ってましたが、311東北の地震はひろきさんどっちだと思いますか？人工地震が可能であるということと、311の東北のような地震が起こせるっていう話は全然違うんですよ。
大きな爆弾を爆発させると地面が揺れますよねっていうのは確かにあるので、日本でも頑張れば地震は起こせるんですよ。核とかがあるとより起こしやすいんですけど、ただ、東北の大震災のようなあれだけの規模の大きなエネルギーは、残念ながら、今現在の原爆では、あのエネルギーを作り出すことはできません。確かね、原爆1万個とか必要なのかな。地球上にある全ての原爆を集めても、東北のマグニチュード7まではいかないとかなんかそんな感じだった気がします。地震って地球のものすごいでかい土を全部動かすわけじゃないですか。なので、ものすごいエネルギー量なんですよ。なので、原爆の1個や2個では全然動かないので、多分原爆1個ぐらいだと体感震度3か4とかだった気がする、確か。ラスベガスかなんかで原爆の実験を昔した時に、ラスベガスの人たちがなんか地面ちょっと揺れたかなみたいな感じのが、そこ震度が来たぐらいな感じで、なので震度6とかそういう建物が揺れて物が落ちてくるみたいな、そこまでの震度は残念ながら地球上の爆発物でやるのはかなり難しいと思います。人工地震ってあるの？人工的に地震を起こすことは可能です。例えば僕がポーンってやったら机入れるじゃないですか。で、これも一応地震の一つなんですよ。何かエネルギーを加えることで地面が揺れるっていうのが地震なので、ただ人工地震で震度6とか7が起こせるかっていうと不可能です。現在のその人類の科学力では。なんかあと50年後ぐらいとかに突然なんか宇宙人とかにものすごい技術をもらって人工地震を起こせるぐらいの爆発力のあるものは作れるかもしれないんですけど、現代界では震度1とか2だったら頑張ればできるんですけど、今の原爆でも3ぐらいまでいけんのかな。とはいえ、それ以上なんか人が、地震大きいねって言われるレベルは不可能です。311などの人工地震についてどう考えられますか？嘘です。311レベルの人工の地震を起こそうとすると、広島の原子力爆弾1000個とかでも足りないぐらいなんですよね、確か。地震のエネルギーってめちゃくちゃでかいので、地球上の原子力爆弾全部集めても東日本震災のエネルギーに足りないと思うんですよね。なので残念ながら人工であれが起こせるとしたら、もう地球の軍事力自体が変わってるので、そんな能力とその爆発物を持ってる日本という国が仮にあるのであれば、もうアメリカとかロシアとか中国と戦争しても絶対勝てるので、マジ世界の覇者になれるので、今すぐ世界中と戦争しましょうっていう話になると思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。